こんにちは、すみれです。今日の動画はラネッサマイリックスから出たこちらのライトワークボリューム3インフィネイトライトパレットについてレビューをしたいと思います。今回の動画では一番最初にスウォッチね、色味の紹介、そしてこれらの色味の比較、パッドマークグラスの特別シェードだったりとか、個人的に似てるなと思ったような色味、そういったものを比べてお見せしようと思います。そしてこちらのパレットの詳細とラネッサマイリックスさんについても少しお話ししたいと思います。次に4つのルックの紹介、このパレットのみで作るルックが2つと、このパレットと他のパレットを組み合わせて作るルックが2つ、合計4つをご紹介します。今回のパレットとかでもね、初めてマルチクロームを使う、そんな方に向けてちょっとしたねポイントなどもお話しした後に、最後に私の感想を共有していきたいと思います。概要欄にタイムスタンプを貼っておきますので、よろしければご活用になってみてください。ということで早速色味を紹介したいと思います。まずこの中にはジェル状のデュオクロームが2色、すっごく滑らかで、スウォッチしてる時とか肌に塗ってる時の感触が、滑らかなリップクリームをねすっと塗ってるような感覚を個人的に受けたんですが、薄くねピタッと肌に密着するんだけども、色の輝きがとっても綺麗にわかりますね。蛍光灯の真下でもお見せしますね。こちらが蛍光灯の真下で見るね色の輝きになります。外の自然光で見るとこんな感じになります。次にマルチクロームが5色、これはねものすごくクオリティはいいなって感じます。とっても滑らかだしね、右側の方はちょっと薄さもあるんだけども、綺麗にねこのオレンジとか黄色とか動きが本当に綺麗です。ね、こういったものになるんですけど、ちょっと蛍光灯の真下の光でもお見せしますね。こちらが洗面台の光のね真下で見た形になるんですけども、色の変化とかもねすごく綺麗ですよね。こういった見え方になります。外の光で最後にお見せしますね。外の自然光で見るとこういった形になります。次にこちらのゴールドの色味お見せしたいと思います。こちらになりますが、この感じはねパッドマークグラスの特別シェードでもこういったちょっとシンプルなねタイプのものがあったりするので、また後でこれ比較でお見せしますね。こんな感じです。そしてグリッターが1色、クリームとマットの中間ぐらいのブラックの色味1色をお見せします。でこのグリッター感をよく見るとね、グリーンとブルーのねこのグリッター感がある感じですね。パッと見ブルーかなと思うんだけども、グリーンもね入ってるような形になっていて、特にね装置をする前に下地とかも何も引いていないので落ちにくいね処方になってるかなと思います。でこの黒に関してはマットというよりかは少しねシマー感があるかなといった感じで、これもすごく綺麗にブレンドができて、ね、使いやすいブラックになっています。こういった黒の色味をね下にベースで引いてあげて、上にマルチクロームとか使ってあげるとかなりまた違った表情でね出てくれるので、この黒を入れてくれて私はとってもね嬉しいですね。こういった感じになります。そして真ん中4色、こちらが透け感のあるデュオクロームのハイライトになっています。これらはね顔にハイライトとして塗ってあげても可愛いかなと思うんだけども、透明感とかね綺麗な淡さがありながらも輝きはね強いタイプになっていますね。今まであんまり変更カラーとかね使ったことがないといった方も、こういったものを少しね指でつけてあげるだけでもかなりニュアンスが変わってくれるので使いやすいかなって思いますね。次蛍光灯の真下の光でまたお見せしますね。蛍光灯の真下で見るとこんな感じです。最後に自然光でお見せします。こちらが自然光で見る輝きになっています。こんな感じです。いかがでしたか？それではこのパレットとあと他のね色味もちょっと比べていきたいと思います。まず最初にこの一番左上のねジェルタイプのものと、あとはラネッサのリキッドタイプのねこの2つをちょっと比べたいなって思います。こちらになるんですが、左側がね今回のパレットに入っているジェルタイプのもの、そして右側がリキッドタイプのものですね。色の出方はすごく似てるかなといった印象があるんだけども、ただリキッドの方がねしっかりと乗ってるなといった感じがするんですけども、もちろんリキッドもね薄く伸ばすことはできるんだけども、もっとお手軽に使えるっていった感じなのがこのパレットに入っている方かなといった印象があったりします。他の光でもお見せしますね。こちらが蛍光灯の真下で見る形になります。こんな違いですね。次にこちらのギャラクシーの色味と、あとはパッドマークグラスに入っているいくつかの特別シェードを並べてお見せしたいと思います。一番左側からラネッサ、次にマザーシップパレット3サブバーシブ、次が4色パレットに入っているグリーンの特別シェード、
最後がマザーシップパレットにサブライムに入っているグリーンの特別シェードになります。でこういった形でこの特別シェード3色に関してはデュオクロームなんだけども、左側のがマルチクロームなので色の変わりが紫と緑っていう形ですよね。いろんなインディーブランドとかねたくさん持ってる方っていうのはこういったもの似たようなものをね持ってる方もいらっしゃると思うんですが、特にそうじゃなくてねパッドマックグラスのマザーシップとかねそのぐらいの特別シェードであればこれはね被ることはないですね。他の光でもお見せしますね。こちらが蛍光灯の真下で見る感じになりますね。こんな違いがあります。で次はねこの2色をちょっとお見せしたいと思います。左がダネッサ、そして右側がマジカルメイクアップのものになります。やっぱり強さとしてはねダネッサの方が強いかなといった印象があるんだけど、マジカルメイクアップの方もね少し似たような色の変わりでちょっともう少し柔らかい感じかなといった印象があります。でこのちょっとパープルとあとゴールド系っていうのかな、でそういった見え方になってくれますね。蛍光灯の真下で見るとこういった違いになります。こんな感じですね。あとはこのゴールドの色味をね比べたいと思うんですが、マザーシップパレット8、ディバインローズ2に入っているこのね4色の特別シェードのうちこの2つのねゴールド系の色味、そしてこれもマザーシップパレット9ですね、ユートピアンドリーム、このね特別シェードのこの色味ちょっとね並べたいと思います。左側2つがマザーシップパレット8、ディバインローズ2に入っているゴールド系の特別シェードが2つ、そしてその隣にあるのがダネッサマイリックスのもの。一番右がマザーシップパレット9、ユートピアンドリームに入っている特別シェードのこのゴールド系の色味になっています。このぐらいのね輝きの違いになったりします。パッドマックグラスのね特別シェードもいろんなタイプがあるので、その中に入っていてもちょっとおかしくないんじゃないかなと思うような発色具合ですね。蛍光灯の真下の光でもお見せしますね。こちらが蛍光灯の真下で見る光具合ですね。本当に全然パッドマックグラスのデュオクロームとかじゃないタイプのね特別シェードと全然ね変わらない感じが見えますね。すごく綺麗な色味です。こんな感じですね。で次が水色のグリッターね。ちょっとこの2つ比べてみたいと思います。左側がダネッサ、そして右側がジュビアスプレースになっています。で個人的にねこの色のグリーンとブルーっていうのもすごく似ているし、同じね大きめのグリッターになってるんだけど、強いて言えばやっぱりこう見た時にダネッサの方がね見え方が綺麗かなといった感じがありますね。右側のジュビアスの方がもうちょっとこのつぶつぶ感がわかるっていうのかな。ね、こうやって見た時とかもそうなんだけど、ほんとごく小さな違いなんだけども、そんな感じが個人的にあったりしますね。こんな感じですね。そして次にこのオーロラの色味をちょっと比べてみたいと思います。こちらがね似たような色味になっているんですが、一番左側がダネッサ、そして左から2番目がジュビアスプレースのワハラパレット2に入っているもの、そしてその次がナターシャ・リノーナのトリオクロンパレット、カラーフリップの色味、最後にパッドマックグラス、マザーシップパレット8に入っている特別シェードのマルチクロームになっています。すごくねこの色の組み合わせはみんな似た感じかなと思うんですが、皆さんはどう見えますか？でもこれまた他の光でお見せしますね。こちらが蛍光灯の真下で見たね感じになるんですが、一番右のパッドマックグラスのねパープルの方がほんのりねちょっとローズピンクのような感じが見えますよね。そしてゴールド感っていうのもわかるんじゃないかなと思います。で他もこんな形で色が変わりますね。次にグリーンをね3つ比べたいと思います。一番左側がダネッサ、真ん中がナターシャ・ディノーナのリキッドタイプのねマルチクローム、一番右がナターシャ・ディノーナのトリオクロンパレットに入っているものになります。で輝きとしてはこんな感じなんですけども、ダネッサの方がねもうちょっと暗めのね焦げ茶的な色が入ってると思うんだけども、ナターシャのものに関してはもう少しね明るい黄色系の方がね入ってるかなといった印象があります。でこのナターシャの2色に関しては色味の名前がね同じスカイラブになっていて、一つはパウダー版でもう一つがねリキッドバージョンなんですけども、やっぱり真ん中のリキッドの方がねしっかりとこの濃さっていうのはありますよね。同じ色味でもこのリキッドの仕様になっているものとパウダーだとねこのぐらいの違いがあったりするんですが、ダネッサはナターシャでいうとこのパウダーとリキッドの中間ぐらいの輝きなんじゃないかなといった形になります。蛍光灯の真下で見るとこのような色の出方になっています。でこういった違いになりますね。そして真ん中の列に入っている4つのハイライトの色味と
マジカルメイクアップのね、私が持っているパレットの上の6色ちょっとね並べてお見せしたいと思います。上4色がダネッサのものですね。そして下にあるのがマジカルメイクアップのものになってます。結構ね、この辺は似たような輝きかなといった印象があったりしますね。薄さとしては同じ感じだったりします。例えばね、この色味と、あとはマザーシップパレットに入っているような特別シェードと比べると、ちょっとこの左にまた載せますね。今一番左2つにマザーシップパレット5、ブロンズセダクションのね、2つの特別シェードを載せたんですが、こんな感じになるんですけども、ちょっとねこの動画だと分かりにくいかもしれないんだけど、やっぱり光の強さっていうのはね、パッドマッククラスの特別シェードの方がこれに関してはありますね。っていうのも、こっちの左側の方がね目元仕様のイメージが強いと思うんですけど、こちらの4色に関しては顔のハイライトとしてもね使ったりすることもできるので、少し優しめになってるんじゃないかなと思います。で、下の方がね、マジカルメイクアップですね。同じ優しいんだけども、色がね、いろいろと入ってる感じかなといった印象がありますね。あと、他の光でもお見せしますね。こちらが蛍光灯の真下で見た感じになりますね。左側2つがマザーシップパレット5、ブロンズセダクションに入っている特別シェードが2つ。そして、ラネッサの色味と、あとはマジカルメイクアップのね、ものになったりします。一緒に見ると、こんな感じですね。こちらのパレットなんですけども、ダネッサマイリックスさんからね出たパレットになっていて、このダネッサさんという方はもうメイクアップアーティストになってから20年、正確に言うと2021年で21年になるんですね。で、彼女にとって20周年を記念してパレットを出したいということでこちらに取り掛かったんだけども、2020年はねいろいろと忙しかったりとかで、2021年今年発売になったんだけども、このパレットはダネッサさん彼女が詰まっているようなねパレットになっています。っていうのもすごくユニークで、マルチクロームだったりデュオクロームだったり全部そんな色になってるんですよね。で、この方はそもそも独学のメイクアップアーティストさんで、一つの商品をその目的だけでは使わなくて他にもね使ったりとか、いろいろマルチで使うようなやり方もねされていた方で、そういったテクニックとかを他のメイクアップアーティストの方に伝授していったりとか、あとはね本当に大手のブランドキスとか、あとはベネフィットコスメティックスとかね、そういったところの商品開発をね率いて、そしてね商品をすごく成功に導いたりとか、いろんな業績がある方なんですね。ただダネッサさんが求める本当にこの自分らしさ、そういったものを表現するっていうのは既存のブランドにおいてはちょっと難しいなって、限界があるなってことを感じて、そして自分のブランドっていうのを立ち上げて、もう全てのスキントーンの方にもあって、一つの商品でもいろんな使い方ができて、このブランドに来れば自分をしっかり表現できる、そんなブランドなんですけども、ちょっとこのパレットの詳細を話していきたいと思うんですけども、こちらのパレットもアイシャドウだけではなくて顔全体に使うことができます。成分のわかるアメリカ人の友人にも見てもらったところ、顔中に使える色素のことは英語でピグメントと言いますが、そういったものが入っていて、特にアイシャドウとかだとこの青色の色素っていうのは目周りに使ってよくても口周りだと危険なものもあったりするんですが、これに関してはね青も安全なものを使っていたので、本当に顔中にどこでも使えるし、ただグリッターに関してはコンタクトレンズとか入れてる方は特にね目に入ると余計危なかったりするので、少しね気をつけた方がいいかなとは思うんですが、ただこのフォーミュラっていうのはとても落ちにくくなっているので、すごくね使いやすいんじゃないかなって思います。ご覧の通り全部で14色入っています。そしてこのね上の段と下の段1色あたり 1g、 そして真ん中の欄が1色あたり 3g 入っていて、合計 22g 入っているようなものになっています。サイズ感でいうと縦 13.5 センチ、横が19センチ、厚みが2センチになっています。そしてこれは中国製、ただデザインはアメリカでされているようなものになっています。中国製はねもちろん安いものもあれば、ただしっかりと管理がされているところでね、中国に工場を持つことで安く抑えたりしているところもあったりするので、スコット・バーンズも私がすごく好きな一番高いパレットがあるんですが、それもね中国製になってるんだけども、中国に工場を置くことでしっかりとね安く抑えている、ただしっかりと管理はしているので、製品はとてもねクオリティがいいっていうこともあったりするので、こちらもねそんな感じなんじゃないかなとは個人的に思っています。そして使用期限に関しては特にね箱に記載がないのでちょっとわからないので、もしねご存知の方いたらぜひコメント欄で教えてください。ただジェルのフォーミュラとかもね2色入っていたりもするので、それらに関してはちょっと使用期限は短くなるんじゃないかなと思いますが、大体ね 1,2 年なんじゃないかなといった気は個人的にしています。そして価格においては125ドル、
ダネッサマイリックスの公式サイトとか、あとはビューティーリストとかでもね購入することができます。で今回こちらのパレットをね125ドルで購入すると、この真ん中に入っている4色と全く同じもの、こちらがついてきます。これに関してはね中身が全く同じなので、いつもね成分とか見てくれるアメリカ人の友人の子にプレゼントしようかなって思ってるんですが、とにかく2つね持っていても、1つはねネイルに使ったりとかハイライト用に使ったりとか、いろんな使い回しができるんじゃないかななんて個人的に感じてます。それではこのパレットのみで作るルックを2つ、そしてこのパレットと他のパレットを組み合わせて作るルックも2つ、合計4つのルックをご紹介したいと思います。ルック1、こちらは3色の色味のみを使ったルックになります。ルック2、今度はジェルの質感のデュオクロームをベースに使ってルックを仕上げたいと思います。ルック3、ここからは私が普段使うような他のパレットと合わせて作るルックをご紹介したいと思います。
ルック4、最後にブラウン系のパレットと合わせてルックを作りたいと思います。そもそもこういったマルチクロームね、買ったはいいけど使い方がわからないって方がもしいらっしゃったら、または気になるんだけどマルチクローム使ったことがないっていう方に向けて、私の方でね何かちょっとポイントをお話しするのであれば、まず1つ目、特にねこういったマルチクロームって綺麗だからついねもうベタっと塗りたくなっちゃうんですよね。色の変わりが綺麗だから。だけどすごくね薄く塗っても綺麗に薄い感じでニュアンスで変わってくれたりするので、もうベタ塗りはしないで薄く少しずつそれから使い始めるっていうのがまずね1つあります。そして2つ目、マルチクロームっていうのは色の変化が分かりやすいのがすごく印象的ですよね。でそういった色の変化をしっかりとまぶたの上で見せたい時は、ポイントで使うよりも長めに広い範囲に塗ってあげた方が光がねいろんな角度から当たって色の変化が分かりやすいので、そういった方はなるべく広めに塗るっていうのがポイントです。ディオクロームとかの場合は2色は結構ジュワーっとね混ざったような形で見えるので、例えばオレンジと黄色のディオクロームだったらその2つがねジュワーっと見える感じだからねポイントでも綺麗だったりするんだけど、マルチクロームの場合でこの全体のね3色とかしっかり色を見せたい時は改めて言いますが、ちょっとね広めの範囲っていうのがポイントだったりします。そして3つ目、マルチクロームを使う時に他の色味とどう合わせてね組み合わせてメイクをすればいいかわからないっていう方のために、本当にこれ基本的な見方になるとは思うんだけども、例えばね色の変わりが黄色、ブラウン、グリーンだとしますよね。そうしたらそこに入っている色味でマットの色味とか使ってあげるとかね、そこのブラウンをもうちょっと濃いめのブラウンも一緒に使ってあげたりとか、同じ系統のグリーンとかで合わせてあげるとかね、そういった中に入っている色味とね同じような色味を使うとすごくね合わせやすいと思います。もちろんねいろんな合わせ方はあるので、あくまで本当に初心者さんに向けてなんですけども、わからない方はねぜひ試されてみてください。そして4つ目、マルチクロームのブレンドについて。マルチクロームっていうのは基本的にブラックベースだったり、あとはグレーベース、そういった色が入っていて、あとはこのいろんな色素ね、色が変わるような色素とかが配合されていることがあるんですね。なのでベースが結構ブラックのものが多かったりします。例えば今回のパレットで言うとマルチクロームが5つ入っていますが、そのうち3つはブラックベースのもの、そして2つはベースがちょっとグレーベースのものかなと感じます。でそういったものをブレンディングブラシでどんどんブレンドするとどうなるかっていうと、ベースの色味が出てくるんですね。っていうのもベースのブラックのね色味に黄色とかブラウンとかそういったね色素のね細かい色素が入ってるとして、それをブレンディングブラシでどんどん飛ばしていくとちょっとね黒っぽいのが出てきたりとグレーっぽくなってきたりするので、何も知らないとブレンディングブラシでブレンディングしてるつもりなのにどんどん黒くなっちゃうってこともあるかもしれないので、一応知識としてベースの色味が関係してるってことがあったりします。でも逆にブラックのね今回こちらでもこのクリームパウダーというかねこのマットの質感なんだけども、
クリームとマットの中間ぐらいのしっとりとしたブラックが入っているので、これを使うことでベースにしてもしっとりとしているのでね、色が乗りやすかったりもするし、あとはこういったものの上にマルチクロームを乗せて、その境目をブレンディングしてあげてね、ちょっとね黒っぽさが出てきてもその黒のベースと綺麗にまた融合してくれたりもするので、いろんなね使い方ができるなとは思います。なので本当にマルチクロームの色味をね綺麗にそのまま出したいって方は、ブレンドのしすぎにはちょっと注意をしてみるといいかもしれないです。最後5つ目。ただそれでもやっぱり上まぶたに使うのはなかなか勇気がいるなっていった方は、下まぶたに薄くねちょっとラインを引いてあげたり、目頭だけにちょっと入れてあげたりとか、少しずつね使うのもいいかなと思うので、マルチクロームって結構派手なイメージがあるから、それをアイルックでするのはなかなかできないって思われる方もいるかもしれないんだけども、本当に薄くねブラックでベースを引いてあげて、もうそれこそ淡くねマルチクロームを一色引いてあげるだけでもすごく綺麗に仕上がるので、よかったら試してみてください。ということで最後に私の感想に行きたいと思います。今回ね、このパレット本当にね、多くのマルチクロームやデュオクロームが入ってますよね。で、基本的にこういったマルチクロームっていうのは本当に小さなね、ブランド、インディーブランドが多く出していたイメージがあります。そういった中では本当にそれ専門で出してるので、もういろいろね、ギラギラって色が変わったりとかね、すごいものもいっぱいあるんだけども、結構単色だけでも25ドルとか、結構値段はね、そんな安くはない印象があるんですね。でそんな中で大手ブランドのパッドマックグラス、彼女がマザーシップパレット8、ディバインローズ2において初めてマルチクロームを1色入れたんですね。そしてそれだけではなくて、ナターシャ・ディノーナ、彼女もリキッドバージョンでマルチクロームを出して、その後に今度はパウダーバージョンでトリオクロームパレットといってフルサイズのものね、15色入ってるうち3色がねマルチクロームで出したりもしているので、最近はね結構大きなブランドもいろいろとマルチクロームにね手をかけているところもある印象があります。でそんな中で今回ダネッサね、もう20年以上経歴がしっかりある方、もうその方が出したパレットのもうまずね数の多さが違うそして彼女のこのマルチクロームに関してはもう色の変わりが本当にねキラキラってすごく綺麗に変わるので、ナターシャとかはねすごく変わりが柔らかかったりするので、逆に物足りないっていう人と普段使いがしやすいですね、いろんな意見があったりするんですが、ダネッサのはこれだけ綺麗にね色が変わったりすると本当にねときめく方は多かったんじゃないかなと思うし、私もその一人でした。そもそもね、もうインスタグラムがなんか騒がしいなとちょっと思ったんですよねそしたら購入勢力がすごくて、ちょっと私もじゃあ見に行こうと、どんなものかなと思って行ったところ、このキラキラを見ちゃったからすぐに購入したんですけど、買わない理由がなくて本当に買ってよかったなって思ってます。ただね、強いて言うならば、ちょっとね、この真ん中の4色ね、透明感がある感じのデュオクロームになってるんだけど、それだけにアイシャドウだけじゃなくて、ハイライトとかもね、すごく使いやすいかなと思うんですが、実際に私ハイライトに使ったんですよ。この2つの色味をそれぞれハイライトに使ってみたんだけども、つけたてはすごく綺麗だったんですよ。ただ時間が経ったら細かいラメがね、ハイライトにのせた部分だけじゃなくて全体にバーって広がってたんですね。びっくりしちゃってあれみたいな。全然その定着してなかったから、セッティングスプレーとかでちゃんとセッティングしてあげるとか、何かしら対策しないと私の肌にはね、ちょっとハイライトとしては使いにくいなって個人的に思いました。皆さんはどうでしたか？特に問題なかったでしたか？私はね、ちょっとあれと思ったので、個人的にはもうアイシャドウのこのマルチクロームとかの上にこういったものをね、ほんのり乗せてね、透け感があるからちょっとニュアンスを変えたりとか、そういう使い方が多くなるんじゃないかなって思ったりします。あとはね、ネイルでね、この中指にそれぞれその今回の真ん中の列のね、紐の入れてるんだけども、こんな使い方か、あとは全体デコレラインにね、綺麗なこのラメ感が欲しかったりとかしたら、こういうのを使ったりもすることができるかなと思うんですが、私はね、ハイライトにはなんかちょっと違うかなって思った感想があります。でもこれ完全に個人の感想です。あともう一個言うと、パッドマックグラスに入っている特別シェードのデュオクローム感とか、あとはこの突版に使えるようなものね、そういうのと比べるとやっぱりこっちの方がもうちょっとね、おとなしいイメージがあるし、ここに入っている方がもうちょっと他のブランドでも見つけることができるかなといった印象があります。なのでパッドマックグラスの突版みたいに使えるね、結構輝きが強いものの印象をここに求めてる方は、この真ん中の列だと物足りない感じがすると思います。ただそれ以外のこのマルチクロームっていうのは本当に綺麗に発色
得するので、私はポイント使いでね、このパレットを使うことがすごく多くなるんじゃないかなって思います。で、あとはね、このブラックなんだけど、ナターシャ・ディノーナのマットの質感の中にもクリーミーパウダーといって、クリームとマットの中間ぐらいのね、フォーミュラのものがあるんだけど、それとね、すごく似ている印象があります。ただナターシャの方がもう少し最初の発色が良かったりするかなと思うので、こっちの方がちょっとグレーっぽいような感じからどんどん黒くね、していくことができるので、使いやすさをね、感じられる方がいらっしゃるかなと思います。あとね、ここのジェルのフォーミュラね、これに関しては結構ね、ベースとしても使えるかなって思ったので、ちょっとお見せしますね。ベースにオレンジを引いていて、その上に黒を乗せてるんだけど、下から透けて見えてますよね。マルチクロームって結構ね、下からこうやって透けて見えてくれるので、上に乗せてもね、この下からのニュアンスっていうのもすごく綺麗だったりするので、ベース使いっていうのもね、結構楽しかったりするかもしれないですね。ちょっとで、このパレットはね、私にとっては結構このアクセサリーの詰め合わせみたいな感じなので、これだけでメイクをするっていうよりかは、やっぱり他のパレットとちょっとマット系とかとね、いろいろ合わせてポイントでちょっとこういったマルチクロームを一つだけ使うとかね、ちょっと合わせて使うとか、そういった使い方が多くなるんじゃないかなって感じてますが、皆さんはどうですか？で、最後に超おまけで、私初心者のセルフネイルなんでもうこれはこうやるんですよじゃなくって、普通の人でもこういったパレットで一応ネイルできたから、それどうやったかっていうのをちょっとだけお見せして終わりにしたいかなと思います。じゃあダネストのね、このパレットでネイルをしたいと思うんだけど、これとかね、100均で買えるやつね、セリアで。これをちょっと普通にこのパレットとかに出してあげるんですね。これ減ってきちゃったけど。出してあげて、であとは普通にもうブラシ、ネイル用のブラシとかでこのね、例えばこの色だったらこうね、取るとでこうつくじゃない？そしたらそれをこのクリアなものとちょっとこんな感じでここで混ぜてあげて、で塗るだけ。こんな感じで塗るとすごく綺麗な自然のツヤがね出てくれて、でこれ重ねていくとどんどん濃くなるから、1回塗りでも本当に綺麗だったんだけど、でちょっとこう筆拭いて、でまた取って、で今度はちょっとそのままのせるとか、まあ、この上で混ぜる感じ。すごい簡単でね、それの上で綺麗に混ざってくれるから、これ1回硬化しますね。で今30秒硬化したんだけど、こんな感じでさらにもっと足したかったら色をまた取って、ちょっとここでもう1回混ぜてあげて、先っぽの方とかね足していけばちょっとグラデーションみたいな感じにもなったりするし、アイシャドウに使えなくてもネイルに好みでこんな感じで使いました。そしたらセリアのトップベースのやつをちょっとこんな感じでざっと塗ってあげて、で固めますね。そしたらね、こんな感じでこう仕上がったんだけど、これにね、例えばこのゴールドとかちょっとゴールド取ります。それで普通にこのままちょっとこんな感じでこの描いてあげると、模様描くじゃないけど綺麗な感じで普通に色が乗ってくれるので、あとはこういった色味とかね普通にこう塗ってくれたりするので、いろいろアレンジとかデザインとかされる方はこういうのでね、ちょっとニュアンスメイルみたいな感じで仕上げてあげても可愛いんじゃないかなって思います。色が変わるからね、ちょっと光によってね。であとはガイアとかも入れてみると、すごい適当なんだけど適当にちょっと入れてみると、なんかちょっとニュアンス風な感じになったりとかで、普通に上からまたトップコートとかをかけてあげればね、綺麗な感じでいきますよね。ちょっとこれまた固めますね。そうするとこんな感じでなったんだけども、あとは好みで普通に金粉とかを、ね、入れてあげたりとかしても、ちょっとコルが薄いかあとはラメとかあったらそういうのとかをなんかいろいろ入れてあげると、なんかネイルができますちなみにこれね、すごい気に入ってて、シャルロンのシルバーラメ純銀ミックスってやつでめっちゃいいです。トップコートとかまた塗ってあげるとこんな感じで見えたりするので、一回また硬化しますね。こんな感じでね、ニュアンスできたりとか、私今回実はねチップ使ってるの2回目なんだけど、初めてやったのがねこれで、これとかってもう1箇所、今ねここに入れているこの色なんだけど、これだけをちょっとこうポイントで入れたりとかしても普通に可愛いから、この指とかもみんなそうだし、こんな感じでねいろいろとできると思うので、一応気が向いたらどうぞ。ということで今回はこちらのパレットのレビュー、超おまけのパレットを使ったネイルのご紹介でした。ということでまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。I always thought I'd be waiting in vain, but suddenly
could it be